ちは。ありがとうございます。いや今日久しぶりにこの本を読んでたんですよ。ここ最近この起業性の法則アメージングパワーってやつね。そうこのね本をここ最近ちょっとパラパラっと見ることがあって、で、ここの言葉とか紹介をしてるんだけどさ、やっぱり私の読んできたエイブラハムの中では一番分かりやすくて一番実践的だなと思っていて、で本当さ、私もうずっと永遠の初心者でずっと基礎ばっかりやってるんだけど、今日もこれについて書いてあることをこうノートにまとめて、うわー楽しいなとかって思ってたので、せっかくだったらねみんなとシェアした方がいいなと思ったので。で、今ここに何が流れ込んでるかっていうと、創造主のエネルギー、絶対大丈夫、全部あるっていうエネルギーが流れ込んでるんだよね。で、全てあるからこそレンズという焦点がないと何があるのかっていうのを体験できないから、創造主は私たち肉体というものを作って、その肉体に焦点を合わせて、そのエネルギーの中にあるものを体験していく。だからこそこの焦点を持つ肉体に埋没するのか、その焦点を通じて何かを体験したいって思っている創造主の視点に意識を合わせるのか、これ私たちがどちらの立場に立って日常生活を送っているかによって目覚めて生きて全ての経験の中に愛を見出すか、眠ったまま苦しむかっていう違いが生まれたりするんだよね。で、私を通して具体的な体験をしていくんだけど、今私の体の中には全ての波動が内在してるんだよね。楽しさとか感謝とか悲しみとか希望とか切なさとか後悔とか情熱とか喜びとか愛とかで、結局創造主のエネルギーだから全部あるわけで、これの目の前の現実とか今日の出会いとか今日の発見とかを通じて何を活性化するのかっていうことが、今日は未来を決めていくんだよねっていう話がさ書いてあったのでね、意図的な創造者とはって書いてあって、最も頻繁に活性化させている波動と望んでいる状態が実現している波動、これを一致させることができる人が、これを同調させることができる人が意図的な創造者であるっていう風にして書いてあって、これさ、要は望んでいる状態が実現しているっていうのはこういうエネルギーだよな、こういう気分だよな、ほっとしてるだろうな、もうよかったって思ってるだろうなとかさ、ありがたすぎてやばいなって思ってるだろうなとかさ、どうお返ししたらいいんだろうって思ってるだろうなとかさ、この望んでる状態と今の自分の状態を同調させていくことが上手い人が意図的な創造者だというふうにして言ってんだよね。で、これをなんか簡単な方法でやれないかなってずっとこう考えていて、それがこうあるの波動、あるを見つけるとか愛を見つけるっていう風にフォーカスをすると、何か具体的なことが実現したっていう状況をイメージする以上の大きなエネルギーが出て、この望む状態と今の自分の状態が一致していくっていうことになるんだよね。なのでフォーカスオンラブって、そのところから来てるけどさ、エイブラハムがあなたたちの社会のマスターたち、あなたたちの現在や過去の文明の創造的天才たちはこの同調を見出してきたって書いてあって、同調上手って一人でノート書いて一人で掛け声をかけるというねで FOL っていうのは最も頻繁に活性化させる波動を愛にフォーカスすると決めて、愛に同調すると決めて取り組む仲間を FOL というふうにして思っています。このね、同調を達成する上で唯一の正しい道などない。エイブラハムは言うのは遊んでください、柔軟な姿勢で取り組み、できる限り試してみてくださいって言うんだよね。で、
今の立場でできる最も心地よいやり方で取り組もうと決心してください。そうすればあなたの人生はすぐさま繁栄の方向に転じますっていうね、この軽やかいいねっていう。例えば気になる用事っていうのは用事済ませた波動に合わせる、済ませた状況をちょっとだけ想像するとかさ、あとこれ絶対叶えたいなっていうか叶わなかったらやばいなみたいなことを、叶わなかった時の世界のあるを見つけて抵抗列車を切り離すとかね、絶対大丈夫だから見ててっていうとかさ、あとこの引き寄せの法則アメージングパワーによく出てくるのがだったらよくないっていうねゲーム。私が昔ブログでも書いてた、こういう風になったらよくないっていう、例えば今日晩ご飯だけどちょっと面倒くさいなっていう時にこれだったら作りたいっていうアイデアが湧いて、なんか想像以上の手軽さですごい美味しい一品ができたらよくないとかさ、そういうだったらよくないゲーム。そう、多角的視点、段階的視点でホッとできる、それも肯定面の活性化であり至福への架け橋であるって。でこれのねブログを書いた時にコメントくれた人が、このだったらよくないっていいですねみたいな、で自分もだったらよくないを考えてみましたって言って、その人が書いてくれたやつこれなの。この彼氏ができたら2倍人生楽しくないとか、好きな服たちを毎日着れたら嬉しくないとか、毎日笑顔でいられたら嬉しくないとか、毎日幸せてんこ盛りだと嬉しくないとか、いいよね。こういうのがポン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 って気軽に思うと、そうじゃないといけないってエネルギーじゃなくて、そうだったらよくない、そうじゃなくてもいいけどっていう軽やかさで抵抗の列車がついていかないんだよね。だからボルテックスと同調する自分の創造主のエネルギーに一番近い場所でこの願いを放てるというね。これをね、なんかいつも意識しているとなんかホッとできると思うんだよな。自分がイライラってしたなとかさ、イライラってしてしまうと愛の波動に戻れないなっていう思い込みってあるけどさ、イライラしてても怒ってても焦ってても悲しんでても、でも喜びの波動も愛の波動も安心の波動も全部私の中には常に活性化していて、でそれに力を与えるのが例えば一杯のコーヒーだったりとかさ、自分もなんか寂しい気持ちだけど誰か悲しんでる人にちょっと優しい声をかけてあげることだったりさ、そうやって全て存在している波動の中で何に自分の意志として力を与えていくのかっていうことが、常にその自由は私たちの中にあるし、それを選べる。これがなんかね、すごく全部私たちの体の中に全ての波動はある。であとは何を活性化させるかだっていうのはとても力強いメッセージだなと思ったんだよね。またやりたいと思います。それではね、じゃあね。